こんにちは、快適アートです。今回は日本の妖怪、雪女のイラストを描いていきます。使う紙はこちら、オリオンのアクリルデネブです。スケッチを転写してから線画を描いていきます。最近、インスタライブとか YouTube ライブを始めてみたんですが、デッサンしている様子やガラスペンイラストの一発描きなんかを配信しています。いつも参加いただいている皆様ありがとうございます。マイクの関係で今後 YouTube ライブのみ続けていこうと思いますので、よかったら気軽に遊びに来てみてください。線画と下塗りは呉竹の細木神美を使います。まずは山水という青木と美藍という色を使用します。固形の墨なので塗った後は取れなくなります。なので水彩などの下塗りで絶対に取れなくするような着彩をするのに便利です。2色を混ぜた色で線画を描いていきます。今回の雪女のイラストは以前からリクエストがあった一重の女の子を描いてみました。いつもの人物画は二重まぶたを描きがちなんですが、一重の子も見てみたいという意見を結構いただいていて、今回の絵は一重まぶたで描いてみました。アイラインがすごく印象的になるということと、あとは眼球の部分の陰影なんかを丁寧に入れていきました。今回の絵のポーズについては、肩に乗っているカラスに餌を与えるようなイメージで描いてみました。このカラスは黒いカラスではなくて神秘的な白いカラスという設定です。ストレートのロングヘアなので長い線をたくさん引いていきます。私はこの長い線を筆で描くっていうのは結構好きなので、このヘアスタイルは描いててすごい楽しかったです。陰影と髪の毛の束の感じを同時に出しながらぼかして墨を塗っていきます。墨と藍色の下塗りはこんな感じです。次は黄土と閃光というピンクを使って色を足していきます。肌の色味はいつもよりやや黄色みがかった色で下塗りをしました。あんまり血色のいい感じにしたくなかったので、ごく少量のインクを薄く重ねて塗っていきます。雪女なので寒いイメージにしたかったので、ピンクはいつもはオレンジみがかった色を使うんですが、今回は違うような感じの色を使っています。目頭とか粘膜の部分だけオレンジみがかった色を使いました。白いカラスの足の線画を描いていきます。ガシッと肩に乗っている感じで描きました。
黒や藍色の墨で背景を塗っていきます。背景がしっかり暗くなることによって、後で雪を降らせた時にその白さが綺麗に出ると思います。カラスは真っ白なカラスの設定ではあるんですが、ピンクと黄色と青を使った虹色のグラデーションのような滲みで陰影を塗りました。青みをさらに足したくなったので、アサギと群青の墨を重ねていきます。細木神美はすごく粒子が細かくてクリアな発色です。上から塗り重ねても取れないので、澄んだ雰囲気の絵とか、あとは鮮やかな色の下塗りに合うと思います。群青の墨はやや粒子感を感じるんですが、普通の絵の具のウルトラマリンとかよりかはすごく扱いやすくてムラなく塗れます。また明るくて鮮やかな青色です。カラスの影にウルトラマリンを入れてみました。背景の色味や陰影のバランスを見ながら色味を追加していきます。カラスは後で白を加えていくので、少し暗めに陰影を追加しています。指先は少し温かみを出したかったので、顔より赤い絵の具を多めに使っています。関節のところなんかにも赤を入れています。いろんな色を使って陰影を追加していきます。羽の部分は一枚一枚の形をきっちり描いてはいないんですが、まずはふんわりと陰影だけ描いています。爪の色はやや紫みがかったグレーにしました。次はターナーの水彩絵の具ジャパネスクカラー3というセットを使います。日本では単色で買えない海外色が 5mm チューブで12本入っています。そしてこちらの上映え層の岩彩セットも使います。この2色、栗皮色と小紫という色も使うことにしました。まずは光が当たっていそうなところに黄色を入れていきます。そこからグラデーションになるようにオレンジ、赤色の順で塗っていきます。小紫っていうこの紫色はすごく鮮やかで、植物画とかを描くのに良さそうだなと思ったんですが、意外に人物画にも使いやすかったです。彩度がすごく高いので、混色してもクリアな綺麗な色が作りやすい紫です。影の色に少し紫を追加するとすごく寒い雰囲気が出たので、アイラインやリップカラーにも紫色を追加していきました。
陰影を追加してダークな雰囲気を出していきます。次に白い細木真美を使います。この色で唇の色を白っぽくしました。さらに白くしたいところにはターナーのアクリルガッシュのジャパネスクカラーの白5分という色を使います。色味の調節をして肌の色味が最初よりかなり寒そうになりました。指の色にも紫っぽい色を加えて肌の色味を調節していきます。この2色、セイランと明色も使います。目にグラデーションで追加していきます。セイランの方はフタロターコイズなので、ちょっと緑みがかったすごく鮮やかな青です。明色の方はほの暗い青で雪女の雰囲気にぴったりでした。細かい部分は岩彩なども使いながら陰影や色味を追加していきます。カラスの目の色をどうしようかなってずっと迷っていたんですが、もみじ色で一旦赤くしてから真ん中だけターコイズにしてみました。雪女の目の色と同じ色で、でもアルビノなので目の周りはちょっとピンクみたいな感じにしました。最終的にはアクリルガッシュで白い羽を描いていくので、書き込みをしながら明暗を追加していきます。ちょっと雪を描いていきます。アクリルガッシュとファンブラシを使ってこんな感じで雪を描いてみました。雪を描く作業は一番最後でもいいかなと思ったんですが、ちょっと雰囲気をつかむためにもこの途中段階で一旦雪を描き込んでみました。バックが暗いとすごく雪が映えるなと思ったので、他の部分のバックの色味を追加していきます。背景は雪雲を描くので、こんな感じで墨をにじませて曇天にしていきます。顔の前にかかっている髪の毛を描いていきます。これすごく勇気がいるというか、慎重にしなければいけない作業なんですが、この線があることによって吹雪いている感じとかがすごく出るし、雪女の雰囲気もガラッと変わるので大事だなと思いました。次はジャパネスクカラーを使って吐息を描いていきます。海面スポンジを使ってトントンとスタンプするようにして吐息を描きます。雪女の吐息は氷の吐息なので、白いアクリルガッシュで上から氷の結晶を描いていきます。白いアクリルガッシュで白いカラスを仕上げていきます。
羽の部分はしっかりとした塗りがされているので、羽のエッジの部分がはっきり白になるようにしてぼかして白色で塗っていきます。この作業でだいぶふんわりとした羽の重なった感じが出てきます。長い羽の部分は筆のストロークをうまく使って描いていきます。髪の毛に白を入れていきます。実は最初の案ではこの雪女さんは白髪にする予定でした。でも子供の頃読んだ日本昔話とかの絵本に出てきた雪女って黒髪だったよなと思ったので、上の方は黒髪にして一部白髪というような感じにしてみました。暗い髪色の部分にもハイライトとして白で細い髪を描きました。爪の部分など細かいところも仕上げをしていきます。雪を降らせる作業をしていきます。まずはスポンジで吐息の部分をかき起こしてから雪を降らせていきます。ファンブラシはひねるように使うと気流に乗った雪をかくことができて、トントントンと叩くようにするとランダムな形の雪がかけます。ファンブラシで雪をかくのはすごい楽しかったので、よかったら参考にして描いてみてください。絵全体に雪を追加することができたら、細かい部分は面相筆を使って描いていきます。まつげに氷の結晶をつけていきます。雪女を描こうって思った時にまず一番描きたいなって思ったのがまつげの結晶だったので、細かいとこまで凍っちゃってるみたいな感じにするために、こういう風にまつげの先端に氷の結晶を描いていきました。こんな感じで雪を降らせることができました。最後の仕上げにエルバンの蓄光インクを使ってみます。こちらはガラスペン用に購入したんですが、実際に使えるかいろいろ試しながらこの絵に追加してみました。瓶で見ると結構光っています。
どうやら蓄光顔料が瓶の底に溜まっているので、最初はしっかりかき混ぜてから使います。混ぜた後の方がやはりインク全体の光が強くなっていました。セリアで買った一番太いガラスペンを使用します。残念ながらうまく描けませんでした。次はこれ、セリアで買ったつけペンを試します。ペン先は3種類ありますが、G ペンの先を装着して描いてみました。結果としては線はうまく描けましたが、インクが薄すぎて全然光りませんでした。なので草壁の蓄光ブルーも使って光を強化させていくことにしました。インクの方はガラスペンとかつけペンではなくて筆で塗ったりとか、あとはスパッタリングでしぶきを飛ばすような感じで使ってみました。光らせるとこんな感じです。インクはやっぱり筆で塗るよりかはポタッと落としたところの方が一番強く光りました。最後、キラキラ絵の具を使っていきます。まずは草壁のシャインパールシリーズの螺鈿クリスタルです。大粒のラメで氷のキラキラ感にぴったりだと思いました。かなりクリアな絵の具なので、蓄光絵の具を塗った上からも塗り重ねています。爪にも重ねて氷のネイルみたいにしてみました。こんな感じでハイライトとして目の中に使ってもいい感じです。あとはジャパネスクカラーの水彩セットに入っている真珠色というパール色を使います。こちらの色味は本当に真珠みたいなほのかに色づいたパール色です。真っ白ではなくてすごく自然な光沢に見えます。この白いカラスにぴったりな色合いでした。ターナー水彩のジャパネスクカラー3の全色試し塗りは YouTube ライブでやったので、もし全色見たい方はそちらのアーカイブを見ていただけたらと思います。完成はこんな感じです。今回はこんな感じで細かいところまでとことんこだわって雪女を描いてみました。この白いカラスも最後に塗った真珠色がすごくいい雰囲気を出してくれて、なんか神々しい感じで神秘的な白いカラスになりました。そして背景はアクリルガッシュの白とファンブラシを使って吹雪を描きました。ポタポタと落ちている黄色い点々とかは蓄光インクです。しっかりと光を当ててからライトを消すとこんな感じです。インクの方はスパッタリングとかポタッと落としたところなんかがかなり光りました。蓄光ブルーは盛り上げて塗ることができるので、目の部分などに使ってかなり光っています。皆さんが思う雪女はどんなイメージですか？また好きな妖怪がいたらそれもコメント欄で教えてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。